はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら、手話の完全ワイヤレスイヤホン、エオニックフリーをレビューしていきたいと思います。この手話は、誰もが知るですね、オーディオメーカーで、めちゃくちゃ有名だと思うんですけども、完全ワイヤレスイヤホンはあんまり出してなくて、今までは耳にかけるタイプの完全ワイヤレスイヤホンですね。そちらは2つ発売されていたんですけども、こんな感じの完全ワイヤレスイヤホンらしい完全ワイヤレスイヤホンというか、耳にですね、はめるだけの完全ワイヤレスイヤホンは出してなかったんですけども、こいつがですね、初めての一般的な完全ワイヤレスイヤホンということになります。このですね、エオニックフリーはやっぱ手話らしく抜群のですね、音質がですね、素晴らしいものに仕上がってまして、ノイキャンなんかは入ってないんですけども、遮音性なんかでかなり外部の音も抑えられるイヤホンに仕上がっています。でこのエオニックフリーですね、開封してから1週間ぐらいですかね、使い込みましたので、今回ですね、レビューしていきたいと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、ということで、手話エオニックフリーのレビューをしていくんですけども、まずはスペックや価格からご紹介していきたいと思います。スペックはですね、先ほどご紹介した通り、ノイキャンには未対応のモデルで、外音取り込みには対応しています。で、ワイヤレス充電も未対応。片耳でのイヤホンの使用は可能となっていまして、片耳で使うとモノラル再生になりますので、片耳だけつけてですね、散歩行きたいとか、そういう方のニーズも満たせるイヤホンになっています。で、マルチポイントも未対応ですね。で、Bluetooth のバージョンは 5.0。対応コーデックは SBC、AAC に加えて、aptX に対応しています。でドライバーはダイナミックドライバーが1機の構成となってますね。充電時間はイヤホン本体が約 1.5 時間、90分となっています。バッテリー持続時間は最大7時間、イヤホンケース併用で最大21時間となっています。カラーは今回ご紹介するのがクリムゾンレッドというですね、赤色なんですけれども、その他にグラファイトグレーという色も展開されています。イヤホンの防水規格は IPX4、充電ポートは USB-C となっています。保証期間が2年間ということで、通常のですね、イヤホンだと1年ぐらいがですね、一般的なんですけども、このイヤホンは2年間の保証がついているということで、こちらは安心して使えますね。その他としましては、専用アプリがついていますので、ファームウェアのアップデートとか、イコライザー設定、タッチ操作のカスタマイズなんかにも対応しています。価格なんですけども、現在 Amazon でグレーの方が 23,600 円、レッドの方が 23,828 円ということになっていまして、価格帯的には先日ご紹介しましたピアホン5ですね、アビオットの TE-BD217LTD-PN とほぼ同じような価格帯になっています。はい、ということで外観やデザインを見ていきたいんですけども、外観はですね、こんな感じになってまして、ケースがこんな感じで結構ですね、大きいんですよね。私そんな手のひらが大きい方ではないですが、手のひらがいっぱいぐらいになるくらいの大きさになっています。でこの大きさはですね、ソニーの WF1000X Mark III ですね。こちらと比べても同じぐらいの大きさというぐらい結構大きめになっていて、ちょっと一昔前の完全ワイヤレスイヤホンのケースのサイズぐらい大きいですね。で、質感もかなりプラスチック感があって、手話と書かれていて、この辺ですね、上から見るとパッと見かっこいい感じはしますが、かなりプラスチック感があって、あんまり高級感みたいなものはないですね。で前面を見ると、ここにインジケーターがついていて、ここでケースのバッテリー残量がわかります。でケースの下に行きますと、こんな感じで USB-C のポートがありますので、こちらから充電することになります。で裏面は特にないですね。で蓋を開けてみますと、こんな感じでイヤホンが収まっています。でマグネットの強さも確かめていきますけども、イヤホンケースは十分強く振っても落ちるような感じはなくて、十分強いマグネットがついています。イヤホン本体のマグネットはあんまり強く振っちゃうと外れちゃうぐらいのイヤホンですね。ですので、イヤホンケースを開けたままそんな大きく振る方はいらっしゃらないかもしれないですけども、注意する必要があるかなと思います。今回購入したこの赤い色は、公式ウェブサイトなんかで見るよりも薄い赤というか真っ赤っていう感じではなくて、どちらかといえばピンクっぽい感じですかね。かなりキラキラとして反射がねするのが結構特徴的かなと思います。イヤホン本体も結構大きくて、ソニーの WF1000X Mark III よりも結構大きい感じになってますね。かなり大きい感じで、耳にはめた時に目立つので、そういうのが好きな方もいるかなと思うんですけども、サイズ的には結構大きいなという感じがしています。横から見てみますとこんな感じですね。かなり特殊な形をしています。
耳にはまる部分がこの部分になるんですけども、今までの手話のですね、他の有線イヤホンなんかと同じ形をしていて、かなり耳にしっかりとフィットされるものになっています。手話のですね、イヤホンをつけ慣れている方には、とてもですね、馴染みのある形で、フィット感も似た形になっているんじゃないかなと思います。イヤホンを装着した時に上側に来る部分ですね、ここに物理ボタンが1個ついてまして、こちらで本体での操作を行うという感じになりますね。ヌアロの N6 Pro 2なんかも同じようにイヤホンの上側にボタンがついている感じだったんですけど、それと似ていますね。あちらはボタンが3つあったんですけど、こちらは片耳1つずつのボタンがついているという感じになります。イヤーピースはですね、こちらコンプライのイヤーピースですね、低反発のものがついていまして、キュッとですね、小さくしてから耳にはめることで後から反発されて耳にしっかりとフィットする形になりますので、フィット感に関してはとてもいいかなと思います。こんな感じで、手話らしさもありつつ、かなり特殊なですね、形のイヤホンになっているなと思いますね。そうしましたら重量も測っていきますが、まずはイヤホンケースにイヤホンを入れた状態の重量になります。85.3g となっています。かなり重ためですね。同じ価格帯のこちらピアフォン5と比べても、同じぐらいの重さですね。サイズ感的にはかなり大きいんですけども、素材がプラスチックってこともあって、重量的には同じぐらいになっています。イヤホン本体の重さは 14.4g となっていますので、片耳 7.2g ですね。こちらはですね、完全ワイヤレスイヤホンにしては重たい方ですね。だいたい 5g 台とかが通常ぐらいだと思いますので、7g っていうのは重ためのイヤホンになっています。イヤホンケースのサイズを測定していきたいと思います。イヤホンケースの縦は 52.5mm となっています。イヤホンケースの横が 89mm となっていまして、やっぱりかなり大きいことがわかりますね。で、ケースの厚みはこちらも 32.3mm と、ケースがですね、そもそも大きいので、厚みはそんな分厚く感じなかったんですけども、測ってみると結構大きいですね。こちらはちょっとポケットに入れるのはしんどいかなっていう感じですね。イヤホン本体のサイズも測っていきます。耳の外に出る部分ですね。こちらを測っていきますと、縦が 21.4mm となっています。そして横ですね。横は 35.2mm となっています。厚みは一応この耳の中に収まる部分ですね。ここの辺を測っていきますが、22.2mm となってますね。この耳の中に収まるですね、この部分のサイズも測っていきます。耳の中に収まる部分の縦は 13.7mm。そして横はこう測ると 19.3mm となってます。ノズルの長さですね。この辺から測ってみますが、参考程度にしていただきたいですが 13.5mm となっています。結構ですね、長いですね。見た目はノズル部分は短そうですけども結構長めとなっていますね。続きまして付属品についてもご紹介していきます。付属品は結構シンプルで、まずこちらが安全上の注意ですね。なんか分厚いサシが入ってるんですけども、こちらはマニュアルではなくて安全上の注意が入っています。そしてクイックスタートガイドが入ってますね。こちらはですね、日本語では書かれてはいないんですけども、図とですね、簡単な英語ですので、結構ですね、わかりやすいんじゃないかなと思います。USB-A と USB-C の短いケーブルが入ってますね。そしてこちら、ウレタンのホームタイプのイヤーピースが入っています。コンプライのものが入ってますね。サイズが SML となっていて、M サイズのものは最初からイヤホンに装着されているという感じになってます。そうしましたら装着感についてご紹介していくんですけども、装着感はですね、この形状とウレタンのですね、このコンプライのイヤーピースによってかなり耳にしっかりとフィットするなと感じています。結構ノズルの長さがですね、測ってみたら長かったんですけども、痛いという感じではなくて、しっかりと耳にバシッとですね、フィットするっていう感じになっていまして、装着感は決して悪くはないです。ただ、個人的には結構圧迫感があるというか、重量が重たいせいか、ちょっと重たいなっていう感じがしましたね。つけていた時に、こちらの部分が耳の外に出ているわけなんですけども、それが重さのせいで重力によってですね、下に下がってくるというか、ちょっと重みを感じるというか、圧迫感があるなっていう感じのつけ心地でした。全然耳がですね、痛くなるとかそういうわけではないんですけども、単純に重量も重いですし、結構耳に大きいものをつけてるなっていう存在感はあるなと思いましたね。耳に装着したところを写真で撮るとこんな感じに見えます。やっぱり結構大きいので、耳のサイズに対しても結構大きくて、目立つなっていう感じはしますね。さらにこのクリムゾンレッドの場合だと結構光沢があってキラキラしているので、反射なんかしたりしてかなり目立つんじゃないかなと思います。これがですね、逆にこのアイオニックフリーのですね、特徴的な部分の一つかなとも思うので、こう耳からですね、結構存在感際立たせてはめたいという方にとってはいいんじゃないかなと思いますけども、個人的にはやっぱ小さければ小さいほどいいという考え方なので、結構存在感があるんで、もうちょっとちっちゃくなったらよかったなっていうのが
個人的な感想ではあります。こちらはですね、私の右耳なんですけども、私の右耳は成人男性にしては若干小さい方だと思うんですが、耳にですね、全然はまらないとか、どっかが痛くなるっていうことはなかったので、先ほどですね、若干重たさを感じるっていう話をしたんですけども、ストレスになって長時間つけてられないっていうほどではないかなという感じです。装着したところを前から見るとこんな感じに見えます。もちろんですね、この外の部分ですね、赤いパーツの部分は耳からはみ出ているというものになります。前とか後ろからマスクの紐とかですね、アクセサリーが来たりなんかするとちょっと引っかかっちゃうかなっていう感じはあります。他の人だとどうなるのかわからないですけど、私の場合はやっぱりちょっと顔に対してちょっと斜め向いてるというか、ちょっと下がってきてるような感じがすると思うんですけども、やっぱりちょっとこの辺がですね、重たいなっていう感じはありますね。運動時なんかで首を振ったりなんかしても全然外れる感じはしないんですけども、やっぱりですね、こう耳につけていて頭振ったりすると、ここ揺れるのはわかるので、ランニングなんかしてるとちょっと鬱陶しいなとは思うかなと思います。IPX4 っていうですね、防滴性能ついてますので、運動できないわけじゃないですけども、運動するのはちょっといまいちかなと思いましたね。でこのですね、エオニックフリーはノイキャンがついていないので、こちらで遮音性についてもご紹介しておくんですけども、遮音性はですね、やっぱかなり高くて、ウレタンのですね、このイヤーピースももちろんなんですけども、このイヤホンのですね、この形状もかなりあるんじゃないかなと思うんですが、かなり遮音性が高いなと感じました。で、バスとかですね、乗っていても、かなりですね、騒音は軽減されますし、走行音なんかだと、音楽を聴いてればですね、全然気にならないぐらい走行音のですね、カットはしてくれるなと思いました。やっぱりアナウンスなんかだと結構聞こえるなっていうのはあるんですけども、バスの場合ですと、運転手さんがですね、なんか喋った時の音ですね。男性の声なんで、もともと聞こえづらいっていうのはありますが、そういう音だと、なんかですね、アナウンスしてるなというのはわかるけれども、何言ってるかわからないぐらいまで軽減してくれるなとは思いました。さすがにノイキャンがですね、入っているイヤホンに比べると静寂が訪れるって感じではもちろんないんですけども、音楽をかけていれば十分音楽に集中できるぐらいの遮音性はあるんじゃないかなと思っています。はい、そうしましたらアプリでのカスタマイズ性について見ていくんですけども、こちらですね、アプリにも対応していまして、基本的な動作ですね、しっかりカスタマイズすることができます。できることと言いますと、まずこちら、右耳と左耳のイヤホンのバッテリー残量がわかるのと、こんな感じで外音取り込みのですね、レベルを変更することができまして、10段階かな、強弱をですね、変更することができます。その次にポーズプラスという機能がありまして、音楽のですね、再生を一時停止にしたときに自動的に外音取り込みにするかどうかっていうのを選ぶことができます。他の完全ワイヤレスイヤホンの一般的なものだと、外音取り込みにしたときに音楽を一時停止にするかとか、音楽の音量を下げるかどうかっていう設定があるんですけども、このエオニックフリーは考え方が逆で、音楽を止めたときに外音取り込みにするかどうかっていうのを選べるということで、少しですね、他のイヤホンとは考え方が違うものになってますね。そしてパーソナライズの項目としてボタンのコントロールですね。こちらもいろいろ設定することができまして、しっかりとですね、カスタマイズすることができます。音楽を聴いている時の場合で、左耳の1回押し、2回押し、3回押しの場合と、右耳で1回、2回、3回押しの場合で、それぞれ個別にですね、設定することができますので、自由に設定することができます。設定できる項目は、再生一時停止と外音取り込み、そして次の曲、前の曲、そしてイコライザーのオンオフもできるというのが、なかなか他のイヤホンにはないポイントですね。で、音声アシスタント、この中から選ぶことができるというものになっています。音量のコントロールに関しては、このですね、1回押し、2回押し、3回押しから選ぶことはできないんですけども、こちらですね、ボタンでの調整というここのオンオフで音量の調節をできるかできないかっていうのが決められます。で、音量の操作がちょっと変わっていて、1回ボタンを押して、2回目のクリックで長押しすると音量の上げ下げができるというものになっているので、ちょっとなかなか他のイヤホンにはないボタン操作なんですけども、しっかりとですね、必要な機能を満たすことができます。通話値のボタンのですね、カスタマイズなんかもできるということで、細かいところもしっかりとカスタマイズできるということで、この辺はいいですね。音を鳴らすかどうかですね。電源をオンした時に音を鳴らすかとか、Bluetooth が接続してない時に音を鳴らすとか、あとは言語はどうするかみたいなのを選ぶことができます。あと電源のオンオフですね。ケースから取り出した時に自動的に電源をオンにするかどうかというのとか、Bluetooth 切断してから何分経ったら自動的にオフするかという設定を選ぶことができます。この辺も細かい設定ができていいですね。そしてビジーライトと、で通話中にインジケーター点灯させるかどうかっていうのを選べるという感じですね。それからイコライザーですね。こちらですね、イコライザープリセットが7個とカスタムのイコライザーを作ることができます。イコライザーの大元のオンオフをこちらですることができるというものになっています。プリセットはですね、書いてある通りで低音上げたり高音上げたりとかですね、ボーカルを
上げたりと、そういうものがあるんですけども、さらにマニュアルでですね、操作することができます。こちらのイコライザーが、他の完全ワイヤレスイヤホンにはないポイントで、この4つの点をいじるんですけども、上に上げたら単純に強調されるという感じなんですけども、さらにこの幅をですね、こう選ぶことができまして、こちらですね、BW と書いてあるところをこうプラスを押していくと、なだらかな強調され具合になって、でマイナスを押していくと、急激に音が上がったり下がったりするみたいな、そういう感じになっています。名前を付けて保存することができるというものになっています。この辺がですね、さすが手話ということで結構細かく設定できますし、いろいろいじるとかなり音が変わったりするので、触っていると結構楽しいかなと思うので、ぜひですね、挑戦してみてください。それから、あとハードウェアのアップデートも必要があれば、ここからアップデートすることができるという感じで、必要な機能はしっかりとありまして、細かい設定なんかできるので、今ある機能をしっかりと使いこなせる、カスタマイズ性というかアプリの機能性が整っているということで、これはかなりいいかなと思っています。続きまして肝心の音質についてなんですけども、音質はですね、フラット気味ではあるなとは思いますけども、個人的にはデフォルトの状態で結構低音もしっかりとなっているのと、あと高音のですね、シンバルですね、ハイハットとかのですね、そういう音がですね、埋もれてるなっていう感じはしましたね。ですので、私の場合は結構その辺ですね、中国高音なんかが結構キラキラしてる音なんかが好きだったりするんですけども、そういう方にとってみると、ちょっと若干物足りないなって感じるかなとは思いました。めちゃくちゃですね、音のですね、臨場感とかはっきりしていて、めちゃくちゃ綺麗ではあるんですけども、個人的にはですね、高音域、中音域が前に出てた方が好きだなっていう感じはしましたね。低音域のですね、迫力とかはなんかすごくて、結構ヘビメタとかですね、ハードロックと呼ばれるそういうですね、もうドラムとかがガンガン鳴ってるとか、あとエレキギターがですね、もうガンガン歪ませてるような音、そういう楽曲が合うんじゃないかなと思いました。この間ご紹介したこちらのピアフォン5の場合も、低音寄りだっていう話はしたんですけども、こっちのがどちらかといえば、キレがですね、ある低音になってるなっていう感じがしまして、手話の場合はどちらかというと、もっとですね、ドスンドスン来るような、ピアフォン5に比べると、ちょっとですね、重量感がある音というか、っていう感じで、ガンガンですね、前に出てくるような低音だなっていうイメージをしました。もちろん、イコライザーが優秀ですので、その辺でですね、上げ下げしていけば、だいぶ音のですね、感じはかなり変わって面白いんですけども、ライブハウスとか、クラブとかですね、激しい音を聞くのが好きとか、そういう方にとって、いいんじゃないかなと思いました。ただ別に、アコースティックな感じとか、シンガーソングライターの音なんかが全然ですね、合わないとか、そういう感じじゃなくて、そういう音のですね、質感なんかもめちゃくちゃ綺麗で、ものすごくですね、快適に音は聞けるんですけども、どちらかといえば、そういう激しい曲のが合ってるんじゃないかなと思うイヤホンだなという感想でしたね。続きまして操作感についてなんですけども、操作感はですね、先ほどもご紹介した通り、こちらイヤホンの上にですねボタンがついてまして、左右で2つの物理ボタンがついています。でこの物理ボタンですのでタッチミスなんかもありませんし、しっかりと操作することが可能ですね。他のイヤホンみたいに人差し指だけ伸ばしてこうですねポンと押すのとは違って、人差し指と親指でこうイヤホンをつまむ感じでこうカチカチと押すことになるんですけども、これがですね、他のイヤホンに比べると2本指がいるという感じにはなるんですけども、これで快適にですね、操作することができました。で操作コマンドも先ほどご紹介しましたが、しっかりとですね、必要な操作すべて行うことができまして、再生一時停止や次の曲、前の曲で音量の上げ下げもできますし、外音取り込みの入り切りもできるということで、カスタマイズすれば全ての操作が行うことができます。という部分で操作も快適ですし、操作ミスもないということで、これはですね、とても良かったなと思いますね。続きまして外音取り込みについてなんですけども、外音取り込みはですね、しっかりと外音取り込みオンにした時とオフにした時で違いがはっきりと分かりまして、外の音もですね聞こえるんですけども、音楽をかけたまま外音取り込みオンにした時だとコンビニやスーパーでの会話はちょっと難しいかなっていうぐらいの外音取り込みになっています。アナウンスを聞くぐらいだったら音楽を聴きながらでも十分音が入ってくるなっていう感じはするんですけども、やっぱりコンビニでちょっとですねご飯を買おうかなと思って会話をしようと思った時にですね、音楽を聴いたままの場合だとちょっと聞き取りづらくて、会話はですね聞き逃しちゃうなって感じだったので、先ほどですねご紹介しましたポーズプラスというですね、音楽を一時停止にしてさらに外音取り込みをするという機能を使った方がやっぱり会話はいいかなと思いました。ポーズプラスという機能と外音取り込みをただオンにしてですね、音楽を一時停止しないモードをですね、両方ですね、イヤホン操作に割り当てておくことができるので、しっかりとですね、会話をしなければいけないときは、ポーズプラスを使って外音を取り込みにしつつ音楽を一時停止にする。そしてアナウンスなんかを聞くだけのときは、ただ外音取り込みをオンにして、音楽も流しっぱなしにするという感じだと、とてもですね、いい使い方ができるんじゃないかなと思いました。
続きまして通話品質についてなんですけども、こちらですね、いつも通り Zoom で録音した音声がありますのでお聞きください。はい、こんにちは。こちらは手話エオニックフリーとスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。通話音質はですね、やっぱりですね、手話はマイクも作ってるということもあって、結構綺麗だったんじゃないかなと思います。十分ビジネスなんかの会話もできるんじゃないかなと思う通話品質になっています。はい、ということで、ここまで手話のエオニックフリーのレビューをしてきたんですけども、ここからは気になった部分についてご紹介していきたいと思います。エオニックフリーに関して気になった部分はそんなに多くなくて、2個ぐらいしかないかなと思ってはいるんですけども、まず1つ目はこちらですね。やっぱり一番の難点というか、このイヤホンが悪いと評価されるんであれば、やっぱりこのですね、外観とかサイズですよね。こちらがやっぱりでかいのがどうなのかなっていうのはあります。最初にもご紹介しましたけども、ソニーの WF1000X Mark III と比べても同じぐらいのサイズ感をしていまして、かなり大きいので、もうこれ箱から出した時はどうかなって思いましたね。かといってバッテリーの持続時間がめちゃくちゃ長いわけでもなくて、イヤホンケース併用で21時間ということで、もうちょっとちっちゃくなったら嬉しかったなという感じがしますね。質感もですね、かなりプラスチック感がありまして、イヤホン5なんかと比べると断然こっちのが高級感もありますし、サイズもさらにちっちゃいと。重量的には同じぐらいなんですけども、全然違うなっていう感じはしています。イヤホン本体もですね、かなり大きくて、こういうのが好きな方はいいと思うんですが、やっぱり大きいですよね。ここがもしなくて、この部分だけだからだったら、めちゃくちゃいいなと思ったんですけども、このクオリティでそこまで小さくは難しいのか、ちょっと大きいなっていう感じはしています。小さいイヤホンがいいって方にはちょっと向いてないなと思いました。ここがですね、かなり小さくなって、他のイヤホンと同じぐらい小さかったらめちゃくちゃですね、いいイヤホンだなと思うんですけど、ここはですね、一番気になる部分ではあります。でもう一つの気になった点は、装着した時に個人的には結構圧迫感があったなと思って、そこですね、気になった部分としました。長時間つけていても別に嫌な感じじゃなくてちょっと重たいなぐらいなんですけども、結構先ほど見ていただいた通り耳からはみ出していて、一番大きい部分ですね、この赤い部分が耳からはみ出しているので、もともと重量が重たいっていうのプラスこの部分が結構ですね、重みになるというか感じなのと、この形状がですね、良くも悪くも結構圧迫感があるというか、いう感じがして、そこがですね、気になるなっていう感じですね。もともと手話のイヤホンを使っている方っていうのはこの形状ですね。この部分の形状には慣れていると思うので、もしかしたら全然そうは思わないかもしれないですけども、普段ですね、もっと軽いというか小さい完全ワイヤレスイヤホンばっか使ってるっていう方にとっては結構気になる部分ではあるかなと思いました。いつもだと気になった部分ですね、皆さんが買った時にそんな聞いてなかったってならないように細かいところもですね、探してご紹介するんですけども、このですね、エオニックフリーに関してはあんまり気になった部分なくて、しっかりとですね、品質が担保されているイヤホンだなと思いましたね。はい。ということでですね、今回は手話のエオニックフリーについてレビューをしてきました。オーディオブランドとしてはですね、もう絶対的なですね、地位を誇る手話ですから、音質はですね、やっぱ素晴らしかったですね。先ほどもご紹介した通り、音質の傾向として、結構フラット気味ではあるんですけども、若干、低音の迫力とかのがあるかなと個人的には思っていて、高音域なんかのキラキラ感というか、高音域がもうちょっと前に出てた方が、個人的には好きだったんですけども、手話のイヤホン聞き慣れてる方とか、いいイヤホンなんじゃないかなと思います。イコライザーもですね、プリセットも充実しますし、カスタムイコライザーを調整することでしっかりとですね、音が変わるのが分かりますので、そういう部分で遊んでみるっていうのはとても楽しいんじゃないかなと思います。デフォルトのですね、イコライザーなしで聞いてても素晴らしい音質だなと思うので、極端な話、アプリなしでそのままですね、使ってもとてもいい音で聞けるなというイヤホンになってますね。先ほどご紹介した通り、あんまりですね、このサイズ感以外はあんまり嫌な部分がないなと思ってますので、この見た目とかですね、サイズ感ですね、今回ご紹介しましたけども、そこが嫌じゃない方、そしてノイキャンとかは重視してない方にとっては、こちらですね、全然ありなんじゃないかなと思います。ただサイズがもうちょっと小さい方がいいとか、高級感ですね。このケースなんかの高級感が欲しいって方は、このピアフォン5なんかはとてもいいと思うので、この辺もですね、検討していただけるといいんじゃないかなと思います。
はい、ということで今回の動画はここまでとなります。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はこれからもぜひチェックしていただけるととても嬉しいです。それから私はブログもやってまして、ブログの方でも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をたくさんアップしていますので、時間がある時にぜひチェックしてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。